皆さんこんにちは。今回は久々に登場する TZR の250の後方排気なんですけれど、この後方排気は実は私もう3代目で、1代目は高速で焼き付いて廃車、2代目は社会人になってもしばらく乗ってたんですけれど、転勤で置き場所がなくなってしまったので人にあげちゃいました。そしてこの3代目なんですけれど、7、8年ぐらい前ですかね、ヤフオクで15万ぐらいで購入しました。値段が値段なんで、当然不動車で半分土に帰りかけてるような車両でした。ちょっと前まではこの TZR の後方排気は一部の物好きしか乗らないようなバイクだったので、中古車価格も安くて、もう壊れたらそのまま解体屋さんに行ってしまうようなバイクでした。中古部品も非常に安かったんで、足回りとかが他車種のカスタムに使われるようなバイクでしたね。それでこの TZR なんですけれど、外装は89年式になってますが、中身は90年式です。見ての通り後方排気は V 型の 3XV と比べてでかいです。その分姿勢が多少楽な部分はあるんですが、チャンバーの容量を稼ぐためにホイールベースも長くなってしまっているので、ハンドリングはよく言えばマイルド、悪く言えばもっさりっていった感じですね。シート高も760しかないので、またがって体重がかかると割と地面が近いです。リアホイールを SP のものに変更しているので、若干ケツ上がりにはなってるんですが、それでも足つきはベタベタです。最近効かなくなったリアステアで乗るようなバイクなので、アクセルを開けてぐんぐん曲がっていくような感じのバイクですね。ただ後方排気の構造上、エンジンの配置はかなり低重心なんですけれど、純正のチャンバーが肉厚でかなり重いので、純正の状態だとあんまりメリットが生かされてない状況ですね。それで車外の軽いチャンバーに交換したら操作性は明らかに上がりましたね。ただ後方排気に車外チャンバーを入れて、さらにエアクリまでやると、キャブのジェットとコンペンセーターのメインエアジェットの組み合わせでドハマりして、最悪間違ってしまうと焼き付きます。それがめんどくさかったんで、今回購入したチャンバーはポン付け可能なチャンバーにしました。どうせ街乗りしかしないので、低速アップと軽さを狙ったストリートチャンバーにしました。それと TZR の後方排気は特に走り始めた時にかぶります。これはエンジンの構造上仕方ないので、このかぶりをなくすためにジェット類を薄く設定してしまうと、エンジンがその後焼き付きます。走り始めかぶってしまう要因はいろいろあるんですけれど、所有してる人は今更っていう話なんですけれど、あんまりこのことを解説してる動画もないんで、ちょっと紹介しておきます。ここら辺の対策を含めてマイナーチェンジが行われているので、知っといて損はないって感じですね。ちなみに TZR の後方排気の前期と後期の違いはこんな感じです。見た目でパッと見て前期と後期の違いは倒立フォークとスイングアームの形状の違いぐらいなんですが、中身は結構変更されてます。なので今から後方排気に手を出す人はあんまりいないと思いますが、どうせ買うならいろいろ対策されてる後期型の方がおすすめです。ただし後期型は売れなかったので、当然部品はあんまり出回ってません。それと前期型の一部にはクーラント液が漏れてギアオイルが白濁するという症状があります。動画で映っている白い輪っかがその対策品なんですが、後期型ではこれが改善されて部品自体が変わってます。
でこっからが今回やる本題になるんですが、やるのはカウル交換とハンドルスイッチの交換とコンペンセーターの動作確認と清掃、それとキャブに流れるラジエーター液の並列化ですね。並列化はやろうとは思ってたんですが、走り始めだけの影響だからいいかと思ってやってませんでした。人によってはアイシングいらないっていう人もいるのでカットする人もいます。それとこの頃のツースト車にありがちなクランクのセンターシール抜けなんですけれど、 3MA のシールは分厚いのでそう簡単には抜けません。とりあえず3台乗ってて一度も抜けたことがありませんね。シールよりベアリングが先に行く感じです。後方排気は眺めてる分にはいいんですけれど、実際いじるとなると全ての補給類が前方に集中していて、狭いとこに手を突っ込んで作業しないといけないので、これが整備性が最悪と言われるゆえんですね。この車両はエアクリをカットしてあるのでまだ作業が楽な方なんですが、カットしてないとラジエーターを外さないとこの巨大なエアクリーナーボックスを外すことができないので、カットしてないとさらに作業量が増えてしまいます。シート下はチャンバーが通ってるので補給類はなくてスッカスカです。 3XV は V 型の中でも整備性は良くない方なんですが、後方排気に比べれば全然マシですね。ちなみに容量自体は変更になってないんですが、後方排気では湾曲ラジエーターだったのが 3XV になってフラットタイプに変更になってます。そして 3XV はエアクリーナーの容量も左右分割タイプに変更になって後方排気と比べて 1.5 倍に増えてます。で、コンペンセーターのチェックを行います。キーをオンにすると電磁面が開く音がカチッと1回鳴ります。またこれが音が鳴ってても実際に動いてるとは限んないんですよね。なので後で分解して動きがちゃんとしてるか確認を行います。そして裏蓋を開けてメインジェットエアの詰まりがないかを確認します。当然詰まっていれば不調の原因にもなるんですけれど、年式による違いもあってさらにここをいじってる人も結構いるので、もし車両を手に入れた場合はキャブのジェット類と合わせて最初に確認した方がいい場所ですね。弁が開く音がしても中にゴミが溜まって動きが悪くなっている場合があるので、そういった場合は清掃して動きを良くします。後期型はそんなにいじられている場所ではないんですけれど、前期型は変更されているか一応見た方がいい場所だと思います。次に YPVS のジョイント部分のガタを確認します。この部品にガタが出ると左右のばらつきが発生します。このパーツは社外品で強化ジョイントが出ているのでなんとかなります。それと弱い部分でこのアクセルワイヤーがあるんですけれど、大概中古で買っても割れてますね。ここ以外でも割れる場所が数箇所あります。次にこのクランクケースの手前についているチェックバルブなる部品なんですが、他のツーストではあんまり見ない機構なんですけど、っていうか見たことないんですけれど、これ自体は逆止弁です。ここが壊れると症状としては始動時に片側のチャンバーからやたら煙が出るとか、エンジンの吹けがやけに悪いといった症状が出るみたいです。この機構の焼け目自体はかぶり防止装置みたいな感じらしいんですけれど、壊れると今度はかぶり発生装置となってしまうみたいです。次になぜか手持ちの中にあったこの懐かしいバランスパイプなんですが、多分大体の車両は中古でも対策はされてると思うんですけれど、パイプ内で線がしてあって左右つながってないので、どういった役目をするパーツなのかよくわかんないです。このような形になっているのは前期型だけで、後期型からは変更になってます。前期型の場合は左右を入れ替えてつなぐような感じですね。で、次に温水パイプの並列化を行うんですが、このぐちゃぐちゃのホースがどこにどうつながっているのか必死こいと思い出しているような感じですね。
マニュアルを見ながらあっちゃこっちゃ触ってやっと思い出しました。まあそれにしてもホースがちょっと多すぎですよね。用意するものは並列化用のホースと Y 字のジョイントですね。まあ T 字でもいいんですけれど、 TZR はラジエーター液が両方のキャブを循環してます。で、循環が右のキャブに入ってから左のキャブを抜けていくので、始動時に右のキャブが先に温まって次に左が温まるという構造です。これだと左右にズレが発生するので、これを同時に温めるような感じに変更します。ノーマルだとこのような構造になっているので、始動時にかぶりやすい原因の一つになってます。まあめんどくさがり屋なんでキャブを外さずに無理やりやってますが、まあとりあえず取り付けはできました。この後スイッチの付け替えとカウルを取り付けて、今回の整備は完了です。最後にエンジンをかけて確認してみます。